このスイッチは2箇所同時に電極を広げないと入りません。これができるようにするジグを作ります。片側2箇所ずつ入れていきます。入りました。これも OK です。セレクターの切り替えスイッチをメンテナンスしていきます。薬と超音波で汚れを溶かしていきます。早く乾燥させるためにアルコールですすぎ洗いします。専用グリスを溶かした溶剤で仕上げます。溶剤が乾くとグリスが薄く残って錆びと摩耗を防いでくれます。これも分解すると組み立て困難になる部品でしたが、ジグを使うことで簡単に組めるようになりました。
完成しました。外す時に折れてしまった足の断面を磨いてペーストを塗っておきます。リレーをメンテナンスしていきます。接点が真っ黒です。薬で溶かしてみます。完全に取れませんので物理研磨をします。これで部品のメンテナンスが終わりました。新品のように綺麗になりました。これはアース端子です。錆だらけですね。錆びたビスと一緒に薬で処理していきます。ターミナルが錆びだらけです。かなりひどいですね。まずは薬で錆を溶かしていきます。茶色いポツポツは錆ではなく下地の銅です。ニッケルの錆は薬で溶けないので表面を研磨します。だいぶきれいになりました。メンテナンスが終わった部品を取り付けていきます。外装の補修をしていきます。サイドパネルに深い傷がありますので補修します。前より目立たなくなりました。スピーカーターミナルの錆を落として専用オイルで仕上げます。セレクターのランプが電球なので LED に換装します。
山水のエンブレムが錆びているので磨きます。下地の塗料が剥がれてきたので塗装し直します。このまま一晩乾燥します。山水がよみがえりました。すべての補修が終わりましたので、組み立てていきます。最後に調整を行います。だいぶずれていますので、しっかり合わせていきます。結果を確認します。ボリュームは問題ありません。ガサガサ音がしていたプッシュボタンも調子よくなりました。バランスつまみのガリも完全に取れています。トーンコントロールも OK です。元の状態を復元できました。
このアンプは発売から39年経っていますが、問題は電気接点だけでした。このタイプのボリュームを分解すると爪が折れてしまうことがあります。このような隙間のあるタイプは外から薬剤を入れることができます。今回は薬と超音波を使ってうまく復活させることができました。このアンプには X バランス回路が採用されています。次回はこのアンプを測定して、この回路の実力を検証していきます。ご視聴ありがとうございました。